ちは、松田です。11時半。今日はですね、私が作画期間中にいつもだいたい4時間で3ページ、下書きから仕上げまでやってるんですけど、その解説動画というか、実際にやってるところを動画にしてみましたので、参考にしていただければと思います。こちらが今日やる予定の3ページです。こちらの見開きの左側と、次のページの2ページをやります。今書いてあるのはネームです。ネームの段階である程度表情や構図がわかるくらいまで私は書いてます。じゃあまずこのページからいろいろ設定していこうと思うんですけど、まずこのネームのレイヤーを下書きレイヤーに設定します。このボタンですね、下書きレイヤー。はい、設定したら、レイヤーカラーを変更します。ネームが水色になりました。そしたらコマを割っていくんですけど、コマ割りはいろんなやり方があって、私は基本枠の大きな1コマを持ってきて、こういう風に持ってきて、それを枠線ツールで細かく割っていくという方法を採用してます。基本枠を設置したので、実際にコマを割っていきます。私はコマごとにフォルダを分けたくないので、コマフォルダ分割というのではなくて、枠線分割という枠線ツールを使ってます。こうやって大雑把に割ったら、オブジェクトツールでコマを調整していきます。で、コマによってはこの黒い枠線が必要ないコマもあると思うので、そういう時はそのコマだけ枠線を消します。該当コマを、選択、オブジェクトツールで選択して、この左下のコマですね、選択して、オブジェクトツールのプロパティを開いて、枠線を描画するのチェックを外します。そうするとこのコマの枠線が消えます。次は吹き出しを書いていきます。私は吹き出しは手書き派です。いい感じに吹き出しが書けるまで何回も書き直したりするので、素材を使った方が早い場合もあります。はい。で、全部吹き出し書きました。吹き出しレイヤーをコマレイヤーの上に持ってきてますね。で、このページの1コマ目はぶち抜きゴマなので、枠線を部分的に消します。私はダウンロードしてきたカット枠消しペンというのを使っています。ここをぶち抜きたいので、カット枠消しペンでこうやってぶち抜きます。こうすると部分的にコマ枠を消すことができます。で、ちょっとピント合ってなくて申し訳ないんですが、最初に下書きレイヤーにしたレイヤーの不透明度を下げているところです。下書きが書きやすい薄さに設定したら下準備が完成です。この上に新規レイヤーを作って下書きをしていきます。現行の設定はモノクロなんですが、下書きは柔らかい線で書きやすいように下書きのレイヤーだけグレーに変更しておきます。で、私はこの濃い鉛筆というペンで下書きをしています。書き味はこんな感じです。さて、というわけで本格的に下書きに入りました。先ほどやっていた下準備は残りの2ページもしてあります。同じようにコマ枠割ったり吹き出し書いたりですね。私はこの後ペン入れでほぼなぞる状態にしたいので、下書きは結構入念に書きます。とは言っても丁寧に書きすぎて絵が硬くならないように、ネームの状態の力が抜けた絵を参考にしてのびのびとした線が引けるようにリラックスして書きます。
これ見てるとわかると思うんですけど、私は基本的には戻るのボタンを使いません。これはもともとアナログで書いてた名残でもあるんですけど、デジタルって何回でも戻るボタンを押せば線が書き直せてしまって、何回もね線引き直せて、それがいいところでもあると思うんですけど、結局どの線が一番良かったんだっけって私はなってしまうので、とにかく一発書きといいますか、その時の自分の引いた線を信じて、できるだけ戻るを使わないように作画をしています。あと見ててわかると思うんですが、拡大しすぎないのも時間がかからないコツかなと思います。デジタルだと無限に拡大ができてしまうので、でも実際漫画って結構縮小された状態で読むものなので、全体のバランスさえ取れていれば細部はそこまで皆さん気にならないんじゃないかなと思います。はい。で、スタートから1時間経ちました。下書き3ページが終わりました。私は背景はアシスタントさんに書いてもらうので、背景コマは開けてあります。なので1時間書いたといっても人物のみの3ページなので、別に早い方ってわけでもないと思います。さて、ではペン入れに移ろうと思います。今度は下書きのレイヤーを先ほどと同じように下書きレイヤーに設定変更して、レイヤーカラーを変えます。これもペン入れしやすいように不透明度を下げてますね。で、コマ枠からはみ出さずに書きたいので、コマレイヤーを選択してレイヤーを新規作成します。こうするとコマ枠の中だけが描画できる状態になります。で、ペン入れのペンなのですが、私はガサガサ線画ペンというペンを使っています。無料でダウンロードできます。名前の通りガサガサしてるペンです。さて、ではペン入れをしていきましょう。下書きの時も言ったんですけど、ペン入れはなぞるだけにしたいので、あくまでペンタッチや線の綺麗さを目指して無心で絵をなぞっていきます。ここでも戻るボタンは基本的に使いません。頭や髪などの長いストロークは難しいと思うんですけど、私は肘とかあと手首を視点にしてストロークを描いている感じです。ストロークは指先、手首、腕といろいろな視点のやり方があると思うので、ご自身に合ったやり方を見つけてみるといいかもしれません。13時半、また1時間経ちました。今は2ページ目の線画に取り掛かっているところです。実際の私の描画速度がわかるように動画を早送りしないで撮ってみました。これ画面をたまに動かしてると思うんですけど、これはですね、ペンにボタンがついてて、そのボタンを押しながらキャンバスをなぞると動かせる設定にしています。さっきのコマを書いてる時に、時間を計ったんですけど、私は1コマだいたい人物だけなんですけど、そのだいたい7分30秒ぐらいで1コマ書き終えているようです。ここら辺を見ると手首を使ってストロークを書いてるのがわかりますね。書き文字の太さが思ってたのと違ったので、ここで珍しく戻るボタンを使ってますね。3ページ目、これもレイヤーを下書き設定にしてペン入れをしていきます。これは私の筆圧の問題なんだと思うんですけど、このガサガサ線画ペン、太さは170ポイントとかで書いてます。でも意外と太くなんないんですよね。力を入れると結構ゴム太になるので、
使ってる人の筆圧によって調整していただければと思うんですけど、私はかなりフェザータッチでもしかしたら書いてるのかもしれません。はい、なのでこのくらいのポイント数でも全然線が細いです。今書いてるのは完全なるモブなのですが、なんとなく強そうな人がいるっていうコマなので、自分の書ける限りの強そうな人を書いてます。これよくわからない書き順で書いてると思うんですけど、私は下絵をなぞってるだけなので、この時点では人体の構造とかバランスとかはあんまり考えてません。無心です。映像を見てて気づいたんですけど、私髪の毛を描くときになんかギター弾くみたいな描き方してますよね。上から下、下から上みたいなね。なんか不思議な描き方なんですかね。普通なのかわからないですけど、なんか癖でこうやって描いちゃってるみたいです。ということで3ページ目もペン入れできたんですけど、この3ページ目の1コマ目、ちょっと簡単な背景なので自分で書いてみようと思います。またピントが合ってなくてすみません。ツールのレイヤーのところの定規コマ枠からパース定規の作成を選択します。縦線と横線が引きたいだけなので、一番簡単な一点通しタイプの選んで OK を押します。で、この定規が出てくるんですけど、今回斜めの線がいらないので、斜めの線は無効化しておきます。はい。縦線と横線が定規に沿って書けるようになりました。では、ペンを変えて実際に書いてみようと思います。横線と縦線。はい、綺麗に引けました。
この定規を使ってこんな感じの背景を描いてみました。このくらいの簡単な背景だったら自分で描くこともあります。さて、3ページのペン入れがすべて終わりました。人物と簡単な背景のみ、しかも下書きをなぞるだけの無心作業だったのでパパッと終わりました。時刻は14時です。お腹が空いてきました。あとちょっとなので続けてやろうと思います。これは1ページ目に背景素材を置いたところです。素材は1枚なんですけど、奇跡的にそれぞれのコマに合った感じの背景が配置されてて、ラッキーって感じです。でもこのままだと背景が人物にも被ってしまっているので、人物は避けて背景を配置しようと思います。選択範囲からクイックマスクを選択します。クイックマスクレイヤーができました。で、一旦背景レイヤーを消して塗りつぶしで人物以外のところを塗りつぶしていきます。ちょっとコマ枠の外まで塗られちゃってますけど、これは影響ないのでそのままで大丈夫です。全コマこうやって人物以外のところを塗りつぶして、はい、こうですね。細かいところも塗って、で、人物にもちょっと色が乗っちゃってるので、そこは消していきます。はい、ここですね。消していきます。で、だいたい塗りつぶしができたなと思ったら、もう一回レイヤーのクイックマスクを選択します。はい。そうすると今塗りつぶしたところが全部選択範囲に変わります。この状態で背景を表示してレイヤーマスクを作成すると、はい、これですね。これを押すと、今塗りつぶしたところが、はい、人物以外の背景が埋まります。で、いろいろと微調整してこんな感じになりました。そしたら次は人物の仕上げトーンを貼っていきます。先ほどと同じようにクイックマスクを作って色を塗っていきます。同じ濃度のトーンを貼るところを塗りつぶしていきます。これは50% の濃度のところを今塗りつぶしているところですね。はい、全部塗れたので、また選択範囲のクイックマスクのところをクリックして選択範囲にしていきます。はい、選択範囲になりました。そしたら私の場合は、ダウンロードしてきたトーンがあるんですけど、そのトーンをこうクイッと持ってきて貼っています。これですね、85と書いてあるトーンを、これ 50% なんですけど、持ってきて一気にこういう風に貼っています。そういう作業を繰り返して、人物の
いろんな濃度のトーンが貼り終わったところです。こんな感じです。背景もよく見ればつながってますけど、パッと見わからないと思いたい。これで1ページ完成です。そしたら別のページも同じようにトーンとベタで仕上げていきます。トーンの貼り方はクイックマスクだけではないので、私もいろんな貼り方をしてるんですけど、調べたらいろいろ出てくると思うので、やりやすい方法で貼ってみてください。これはまたクイックマスクで使ってますね。私は濃いトーンの時は直張りすることも多いんですけど、薄いトーンを使う時はクイックマスクを使うことが多いかもしれません。私はあんまり派手なトーンワークっていうのはしないんで、シンプルに見えるかもしれませんけど、それでもいろんな濃度のトーンを貼って画面に、メリハリがつくように頑張っているつもりです。ということで3ページ分のトーンとベタが完了しました。2ページ目は背景が入ってないところがあるので結構白いですね。これからアシスタントさんへの指示を書いていきます。15時になりました。だいたい4時間経ちましたね。3ページアシさんへの指示も含めて完成しました。参考資料の写真とか貼ってるので、その部分はちょっとぼかさせてもらいました。このクリスタデータをアシさんと共同で使っているドライブに投げて、今日の作業は終了です。というわけで、私の4時間で3ページの作業内容の内訳はこんな感じです。自分で書かない部分もかなり多いので、妥当な作業時間かなとは思います。皆さんも時短できるところはしっかり時短して、体に気をつけて原稿していきましょう。そんな感じで今回は How to 動画でした。また次回は Vlog 的なものも上げられたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。